またよろしくどうぞお願いします。今日また久しぶりにですね、ご挨拶しましょう。人生はね、広がりを感じる。見てください。私、広がり感じてますね。私は目を遠くに置く、また目の位置を変えないという健康法をやってるんですね。ですから皆さん、これから健康をね、世界中の人たちを健康にしているというのが私の人生の目的ですのでね、朝から晩まで見てくださいよ。世界中の人たちを健康にしてるんです。ですから今日その話なんですけれども、特に排泄についてお話しします。で、久しぶりにご挨拶しましょうね。飼って生まれてきた人、見て、宇宙の始まりを見てますよ。これから生まれてくる人、これもそうですね。宇宙の始まりを見ていますよ。時間的な広がり、空間的な広がりを全部言ってるわけですね。それから当然ですけど、今生きてる人たちね、もう大勢の人たちが地上でね生活していますね。肉体を持って、そして皆さんお元気に生活してるんですけれども、私はその皆さんの心身の健康を毎日毎日朝から晩まで祝福してるんですよね。祝福するっていうとまた難しくなるんでね、可愛いね、あるいはかっこいいね、という感じなんですね、祝福というのはね。で、今日はその排泄ですので、長くなってしまうので簡単にアウトライン言って、また一つ一つについては後日またお話ししますからね。エノバ・ケイシーは私たちに自分の理想、素晴らしい存在である。で、もう私が宇宙を作った。皆さんもそうですね。皆さんが宇宙を作ったんですね。その広がりをいつも感じている私が、皆さんもぜひ感じてほしいんですね。で、先ほどのご挨拶になるわけですね。飼って生まれてきた人、今生きてる人、これから生まれてくる人、みんなにご挨拶しますっていうのはそういうことなんですけどね。それをすると本当世界中の人たちが健康になるんですね。で、またご質問がよくあるの、病気の人いっぱいいるじゃない、病人がいるじゃない、具合悪い人いるじゃないって言うけど、私はいるんじゃなくて、皆さんは素晴らしい存在。どう素晴らしいかというとね、命、意識の知恵と慈しみの生き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 したこれからの体験を、みんなの体験を作る働きを生かしている。それを病気という感じで生かしている。優れない、健康が優れないという感じで生かしている。自分が選択しているからですよ。ということですね。それに対して私は直そうとするんじゃなくて、自分で素晴らしい存在で、世界中の人たちの心身をたった今健康にしているぞって言って調律してるんですよ。だから調律される選択をしてくれなければ具合悪いのね、治せないんです。私でも治せないんですけど、選択さえしてくれれば、たった今私申し上げましたね。飼って生まれてきた人、今生きてる人たち、これから生まれてくる人みんなに健康にしてますって言いますとね、治っちゃうんですよ、本当。で、その中で理想と目的をはっきりさせたら、次に食べるもの、これが大事ですね。で、食べるものの話もしました。でもこれからも時々ですね、私の食べ方というのをお話しします。今日それに関わってくるんですね。というのは、排泄っていうのはほら、食べたものを排泄するわけだから、食べるもので、次の大事なのが排泄ということになります。排泄と言いますとね、またなかなかややこしいんですけど、肺からの排泄、呼吸ですよね。酸素を取り入れて炭酸ガス、それだけじゃないんですよ。体の老廃物を私たち排泄してるわけですよね。で、素晴らしい私たちを生かしてるね、エネルギーをいろんな形で空気と一緒に吸ってるわけですね。という働きをしてる。それから食べたもの、今度は排泄する時にですね、腸からの排泄とても大事ですね。エドワード・ケイシーのリーディングはもうほとんど腸をきれいにしておく、腸を活発に働かせる、排泄を、腸からの排泄を良くする、これケイシーのリーディングの一番
一番っていうか一番は理想と目的ですね。で食べるもの、その次にね、一番大事なのが腸からの排泄なんですね。それからまた同じように大事なのはお小水ですね。水分を取るというのが軽視の健康法です。何度も言いますけど、水分って冷たい水じゃないんです。温かい水分を取る。もう一言言うともうお分かりですね。あったかいな、これが最大級の健康法なんです。あったかいなと感じるのが軽視の日増しの湿布という健康法ありますね。あれ右のお腹につけてあったかいなです。でいつも言ってますね。例えばうちのワンちゃん具合悪いって言ってうちから電話があったらね、私日増しの湿布するんです。ワンちゃんにするんじゃない、ワンちゃんにしにくいから自分がやると、こういうことですね。それで自分がやっていいですか、日増しの湿布を作ってですね、温めてつけて、それから1時間なり1時間半やったら終わって、重曹で拭き取って、ね、重曹溶かしたお湯で拭き取って、それでそれを3日やったら4日休み、それを1ヶ月やったら1ヶ月休みなんですね。時間と空間がないんだからやったことにしちゃったらどう？その時に感じるんです。あったかいな、頭の中ではいこうやってやりました。生き生きじゃないんですね。知恵と慈しみの生き生きした私たちのこれからの体験を作る働きはね、感じる。私の言葉で言うといつもそう、どんな感じかななんですね。で感じるということですね。その次費用からの排泄、これもいろんな考え方があるんですけど、私はお風呂を毎晩入って1日も欠かすことありません。健康のため、世界中の人たちを健康にするために私は1日も欠かさないでお風呂入ってるんです。いいですね。ですから元気でいる。人を元気にしている人は自分が元気になるというのが宇宙の法則なんですね。ですから私は朝から晩まで皆さんを健康にしているので元気ですね。病気になるとか悪いという感じはまずないんですね。朝から晩まで元気ですね。そしてますます皆さんの日々の健康法に、従事してる難しい言葉使いましたね。簡単に言うと皆さんを健康にしてますよと、こういうことになりますね。で排泄で一番トップに出てくるのが呼吸、肺からの排泄なんですね。肺からの排泄っていうとね、またなかなか皆さんいろんなことを考えられると思うんですけど、生活の中でいつも言ってますね。生活の中で肺からの排泄をなさるといいですよということになりますね。でケイシーのリーディングいろんなやり方をしてるんですけど、新しいやり方登場してきています。スムーズの吸入やりましたね。肩を動かす体操法やりましたね。肩を動かすっていうか肩で喜ぶっていうんですからね、やりましたね。そうすると肺が元気になりますね。それからもう一つ面白いことがあるんですね。もう一つってたくさんあるんですけどね、初登場ですかね、吸入やってみせましたね。私は毎日朝昼晩あるいは焼酎スムーズの吸入をやるんですけど、皆さんの肺の健康のためにやってるんですよ。いいですね。それからもう一つ、めったにやることはないんだけど、スムーズの吸入がですね、あっさり言うと吸う人風邪なんかひいてですね、吸うことできるんだけれどもって、そういう吐けないという人のためにスムーズの吸入、吸い方をとてもよくしてくれるんですよね。吐くのも良くなるんですけど、ところが吐けない人のためにもう一つあって、アプロバンデーの吸入っていうのがあるんですね。私はこうして今もそうですね、喋りながら呼吸をたくさん吐いてるので、何も問題ないんでめったにやらないんですけどね、エドワー・ケイシーがこういうものをおすすめしてるんです。
ブランデー用の、いろんな用途に使えるんです。カシダルっていうんですね。カシの樽、しかもカシの中を焦がしてある、バーナーかなんかで焦がしてあるんでしょうね。で樽を作って、そこにアップルブランデー入れると、こういうことですね。これカルバドールって言ってね、フランスの有名なアップルブランデーなんですね。これトッ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 と入れてですね、この口を開けて、そこにストローを差し込んでブランデーを飲むんじゃないんですよ。ブランデーから立ち上る空気って言いますかね、蒸気をですね、こう口から吸うんです。鼻から吸うんじゃなくて口から吸うと、こういうやり方ですね。これしょっちゅう吸ってもらうといいと、呼吸のですね、なかなか呼吸をで肺から呼気の方ですね、出せない人のためにいいんです。ですからこれ勧められてて、必要に応じて皆さんに私はやって差し上げるんですけどね、あるいはやっていただくんです。デモンストレーションしますからね。はい、アップルブランデー、日本でも売ってます。これ VSOP と言いますね。これまたここにアップルって書いてあります。アップルブランデー、間違いなくアップルブランデーなんですね。これでこんな具合にやるんです。はい、カシダル用意していただいても結構ですけども、私はこうあっさりしてね、簡単、超簡単健康法って言いますから、このカシダルは使わないで、これ備長炭って言って、カシでできた炭が入ってる備長炭ですね。これを用意しているんですね。こんな感じです。これはうるさいことは一切ないのでね、せっせとどちらかテーブルの上でも置いといて吸っていただければいいんですね。こんな感じです。これ小瓶ですね。こちらのですね、フランスのですね、小瓶、こんなのも売ってますので便利ですね。小瓶でいいんですけどね、私のところはブランデーしょっちゅう置いてある。さぞかし飲み好きだと思う。私、酒強いんです。酒強いんでね、何しろ国が高知ですからね、酒いくら飲んだって大丈夫なんですけど、飲まない。これが健康法なんですね。ですから、アップルブランデーいっぱいあるんだけれども、あんまり活用してないかな。これね、こんな感じなんですよ。これ乾いた炭です。この中にこんな感じでちょっと入れる。ほんのちょっとですね、入れましたらね、大さじ2杯ぐらいかな。そしてこちらはもう用事がないので、閉めて、ね、これでまたしばらく私のところに投入してますね。いますかね、この VSOP。ね、なくなったら買ってくると、こういうことですね。これを蓋をして、振っていただいて、で、備長炭がなぜ入ってるかというと、ご存知のように炭というのはたくさん細かい部屋があるの。ですから昔私はですね、東京でもね、水道が引かれてなかった、ポンプで地下水をね、でお風呂から何から全部それ使ってましたけれども、組み上げたものをですね、それを使ってましたけど、やっぱり臭い、それから濁る、いろんなことがありますね。台風の後なんか大変ですけども、この炭を通して、ね、砂と炭のを通して白を間に挟んで、それときれいなね、美味しい水に変わる、ご存知ですね。それで強脱物、ゴミの類は全部炭が吸着してくれるんですね。それからこれもそうですけれど、大事なのは、しばらく使ったらその水で洗って天日で干してまた使えるんです。ところがいつまでも使ってるとどうも具合悪いですねと、こういうことになりますね。はい、こんな感じにしますね。こうして吸うんです。その時、これも何度も言ってますね。口つけて吸うんですけど、顎を引かない。顎を遠くを見る。ね、宇宙の始まり見てね、こんな感じなんですよ。できるだけ濃い蒸気を吸うの。かなりのアルコールがありますんでね、皆さんが吸うと実はむせるんです。これも何度もやってご覧に入れてるので、もうやってご覧に入れたかもしれません。私はどんなにきついアルコールを吸ってもむせないんですよね。これどういうことかというとね、皆さんは
アルコールエタノールを吸うからむせるんですよ。これすごい蒸発力があってね、すごいこうあれするんですけど、私はこうしてやってるのすごく大事なこと。私はどんな濃いエタノールも吸う時にむせることはまずありません。なぜむせないかというとね、エタノールを感じてるんじゃなくて、私がどんな感じかなと言ってる、どんな感じかなと感じる、どんな感じっていうのを体の感じで感じて、感じるっていうのは観音様の観、観察の観ですね。これをやってるんですね。これ私生活の中取り入れてるので、一般的には不用意になんかしたらむせる場合がありますけど、意識的にするとむせないんです。こうぴったり指で押さえてね、こうして吸うんですよ。かなりの勢いで吸ってますよ。でもむせることはない。何かというとね、もうとっても美味しい懐かしい匂いがするんですね。その懐かしい匂いをね、感じてるんです。どんな感じかな。正確に言うとアップルブランデーを感じてるんじゃなくて、アップルブランデーを嗅いでいる自分の吸入している自分の感じを感じるとむせないんですよ。ですから私はむせることはまずない。意識してればね、かなりの勢いで吸ってますけども、まずむせないと、こういうことですね。これもよくやってご覧に入れるんですね。でこのようにしていつもこうテーブルのところかなんかに置いといてね、自分のテーブルに置いといて、時々いつも吸えばいいんです。うるさいこと一切ありません。いつも吸いますと肺にとてもいいと、こんな感じになるんですね。それから当然そうですけれども、食べるものもアルカリ性の食品を食べてもらってね、また水分をよくとってもらって生活されるといいですよ。はい、その次まだ続きますからね、よろしくお願いします。